はい、皆さんこんにちは。映画愛の星へ監督の三木です。今回、お話し、することはですね、1作目の映画についてなんですが、1作目の映画、えー最後の最後までですね、映画を作るときに内容で迷っていたことがあります。それは何かって言ったら、え宇宙人のことを入れるかどうかっていうことなんです。僕は全くのね、素人で、作って、それは、直感に打たれたように、もう映画を作らないと。で、そして、ただただ、作りたいことを反映していく、そして映画を作っていく。もう僕には、そういった、映画に対するテクニックとか、そういうのはなく、ただただ素直に、作り上げていく、思いを届けるっていうことしかできなかったんですが、最後まで迷ったところは、宇宙人のことを映画に入れるかどうかっていうところだったんです。映画の中に宇宙人のことを入れると、批判されるんじゃないかっていうのはずっとあったんですね。今ほどその宇宙人に対してみんなが、スピリチュアルが好きな、人の中でも宇宙人に対してちょっとっていうようなね、抵抗感が強い、時でもあったので、それを入れるかどうかっていうのはやっぱり迷ったんですね。で、その宇宙人っていうことを入れなかったら、もう多くの人に受け入れられる映画になるっていうふうに思ったんですね。で、そのことを、宇宙人に、聞いてみたんです。ヒプノセラピーを通じて、クライアントさんから、受け取るっていう感じではあったんですが、その時にですね、届いたメッセージ、その宇宙人から、伝えられたメッセージ、この映画で一番伝えたいことは何っていうふうに聞いたら、それは僕たちのことを知ってほしいっていうふうに言ってきたんですね。で、理由も聞きました。どうして知ってほしいのかっていうことで、宇宙存在たちは、もっともっと地球にサポートをしたい、地球を助けたいっていうふうに思いがあっても、地球の人たちが宇宙人に対して抵抗感があると、サポートできない、サポートしにくくなってしまうんですね。で、それに対して私たちが宇宙人に対して抵抗感を手放していって解放していって、受け入れるような気持ちでいると、そうするともっともっとサポートしやすくなっていくっていうことなんです。人と人でもそうかなと思うんですけど、例えば、こちら側がある人を助けてあげたいっていうふうに思ってもですね、でその人がこっちの方に抵抗感があると、やっぱり、助けるのにちょっと抵抗というかですね、助けにくいな、やっぱりこれ以上はしてはいけないなっていうふうに思ったりとかして、そのサポートすることにセーブもね、してしまうかなと、思います。で、そういった意味でもですね、やっぱり人と人との関係と地球の人と宇宙の人との関係も同じというような感じで、私たちがもっともっと宇宙人たちに、宇宙存在たちに、うん、抵抗感をなく受け入れるような感じでいると、彼らももっともっとサポートしやすくなる。そうするだけで何か地球がより大きく変わっていくっていうこと、なんですね。そういった意味でも僕がどう批判されても、そこはもう受け入れようと。ただただ、宇宙存在たち、宇宙人たちが、伝えたいメッセージを僕は伝えていくっていうふうに思ってですね、最後の最後まで迷ったんですが、宇宙人のことを入れるっていうことを、1作目の映画制作の時に、しました。そういった思いもですね、作る側の、いろんな複雑な思いがあったんですが、そういったところも、もうどう批判されても大丈夫。それも受け入れるっていうような思いで作りました。そこも含めて1作目、愛の星へ見ていただけたら、嬉しいですし、この映画を通じてですね、そういった宇宙存在たちへの抵抗感がもっともっとなくなって、もっともっと宇宙が一つになって、フレンドリーな関係、宇宙人たちとも友達であるとか、家族であるとか、仲間であるとか、そういった感じにね、変わってきたら嬉しいなと思います。最後まで、ご覧いただいてありがとうございました。